はい、またよろしくどうぞお願いします。今日は天気が良くてね、私今青空を見てるんですね。もう素晴らしい青空ですね。嬉しいですね。その話をしましょうね。私が皆さんの、治療っていうか、治療じゃなくて、調律をしている、もうお分かりですね。私は悪いところを治そうとしない治療師なんですね。ですからいつでも言葉を変えて言うと、もう一言で言うとね、自分の素晴らしさを感じているということでしょうかね。で目的さえはっきりさせれば健康になるっていうのは簡単なことですね。私がこうして健康にしているということはね、その目的を自分の素晴らしさにしてるからですね。そうすると皆さんね、また自慢話をする人がいっぱいいますね。私もそうかもしれない。自慢話をしてますね。でも私の自慢話っていうのはお分かりですね。皆さんのお役に立とうとして自分のことをお話ししてるんですね。で一般的に自慢話をする時にはなんか自分をこう鎧を着てね、素晴らしい自分ですよって言って自分自身を多くいいように見せようとしてるという感じがしますね。そうすると聞いてる方疲れちゃうんですよ。そうじゃなくて、私は自分の話聞いててもそうだけれどもスッとするかな。自分っていうのは素晴らしいっていうのをあの自慢話としてるんじゃなくてね、感じているということですね。それがとっても世の中で生きていく時には大事かな。その一つをね提案があるんですけれどもね、私が命意識もうね、知恵と慈しみの生き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 した何度も言ってますね。私たちみんなのこれからの実際に体験を作る働きって言ってるんですけれども、その働きまずは存在感というんですね。その働きがあるということ、命意識があるということ、私はその命であるということですよね。この存在感とこう言うんですけどね、存在感っていうのはね、私の言葉で言ってるんですね。面白いな、生きてるって面白いな、これ存在感だね。だからこういうことですよ。いいこと起きたら面白い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 、これ当然だけれども、悪いこと起きた時も何度も言ってますよね。私悪いこと起きるとね、面白いなと言うんですよ。悪いこと起きてない人見たらね、あるいは皆さんのねデモンストレーションする時にお体ちょっと拝見しましょうねって言ってね、悪いとこ全然ないと私こう言うんですね。つまんない人だねって言って、面白くないからつまんない人だねって冗談ですよ。褒めてるんですね。ということですね。ですからこれからお話しするのね、すごく面白いと思うんですよ。また面白がってますね。面白がってますね。存在感っていうのはね、こういうことですね。面白いもそうだけどね、自分が存在してる。見て見て、存在してる。背伸びなんですよ。存在感っていうのは。面白いがそうですね。面白い。背伸び。さっき面白い話しましたけど、今も面白いって言いましたね。そしたらほら、背伸びしてるでしょ。これは面白いですよね。で先ほどこうちょっとこう言いましたね。こう治療してお見せしましょう、しょっちゅうやってるね。具合悪いところ即座に取れるんでお見せしましょうって言ってね。で具合悪いところない人ね、つまんない人だねって見て、ほらつまんない人だねって言ってね、それから私背伸びするんですよ。面白いね。つまんない人がいるっていうのは面白いね。でその人に言いますね。いいこと、嬉しいですよって言うんですね。つまんない人だねって言ったのはこう感じた、つまらないと感じた。でも要するに自分の得て自分のね特徴、あるいは自分の素晴らしいところをお見せしようとしてる。今もそうです。お見せしようとしてるのに
そのお見せするチャンスがない、つまんないねと、こういうことだけど、途端にまたそれをここで祝福してるんですね。面白いね。ですからね、いいことですよ、こういうことでしたら羨ましいですよとかね、頑張ってますねと、こういう表現をしてね、相手を褒める、褒めてますね。こういうのはなんていうんですかね、自分ばっかりのことを考えてそのことをやってるんじゃないと、こういうことですね。で、皆さんと一緒に今を楽しみましょうと、こういうことの一つのやり方ですね。さらに言うとね、私がいつも言ってる私の治療っていうのは一体感に調律するんですね。治療というよりね、一体感に調律する。で、何度も皆さん私の一体感見たと思う。ほら、遠くを見ている、愛のことです。一体感っていうのはね、全てと私は一つである。今もそうですね、遠くを見ている。その時に私がどこを意識しているかっていうのは自分でも意識してるの。これがどんな感じかな、点々点ですよ。ね、広がりを感じる時にもう一遍やりますよ。ほら、広がり、目がね、広がり。で、目はね、見てるだけだから、感じるの、ほら、こう。だから2段階で一体感を感じてるんですね。あなたと私と皆さん全ての人が一つなんですよ。まず見たよね。皆さん見た。一つなんですよって言って、こういう感じで一体感、胸郭を広げる。胸郭ってここを広げてるんですね。ですから広がりっていうのは、今もそう、広がりっていうのはだってこう広げたでしょ。こういうのね、癖にしちゃうといいの。で、私がなぜこういうことを大げさにやってみせて言えるかというとね、全部自分の意識、一体感、広がりに効いてるんですよ。これいろんな聞き方があるんで、またその時に申し上げますけどね、こういう訓練をずっとしてきたんで、また言いますよ。ほら、用意ができてる。広がりとこうなるんですね。広がり、この動作が必要なんですね。で、また言いますよ。ここで次ステップいきますけどね、大事なこと言いますよ。人間ってね、一番大事なのは言葉、広がり、言葉ですよね。広がりで呼吸、広がりって言った時に呼吸してるね。だから広がりって言ってね、例えば呼吸しないとこんなになりますかね、言葉だけだと。広がり、広がり、広がり、広がりってない。動作がいるんですね。呼吸がいるので、胸郭だから余計広がりって言ったら呼吸がいるので、これで私が人間ってね、面白い大事なことはこうですよっていうのは、言葉、呼吸、動作、感情、リズム、タッチ、広がり、お母さんあったかいな。で、信頼感、このあと信頼感の話をします。